to stop this world from spinning. 今回のドローチューブは河内さんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。このイラストの場合は作品制作というテーマを与えられるとすぐにメイという私のキャラクターを描こうというアイデアが思い浮かびました。それはメイは物語の中でアーティストという職業についているからです。これは偶然の一致でした。ですがもちろんポーズや背景などをどのように描くかすぐには思い浮かびませんでした。だからブレインストーミングする必要がありました。いくつかラフを描いて自分で3点に絞りました。さらに最終的にピクシブのチームが最も良いと判断した1点を採用しました。ドラマチックで幸せそうなポーズを描きたかったのです。だからキャラクターが筆を振るってイマジネーションを注ぎながら踊ったり回ったりしているポーズが一番いいと思いました。そしてただ自由を満喫している感じも加えたい。理由はキャラクターとは自由や幸せを感じているときはよく踊り回っているものだからです。そうじゃないですか？このイラストには作品制作とは魔法である、作品制作で理想を現実にするという全体のコンセプトがありました。虹が描かれているのは想像というと虹が描かれることが多いので書き加えました。ですが普通の虹ではあまりにも定番すぎて好きではないので、虹をピシャッと跳ねた絵の具に変えてクリエイティブな感じにしました。ガラスのパレットと雫の魚についてはキャラクターのメイは動物好きだからということと絵に透明感を出したかったからです。私は通常では A6 のキャンバスで制作しているのですが、ここではキャンバスの高さを大幅にカットしました。ですので全体の構図に注意を払う必要がありますし、非常に限られたサイズのキャンバスでも作品全体が十分ダイナミックで映えるように注意して取り組んでいました。私は暖色系と寒色系の色を組み合わせて使うのが好きなのですが、ここでのキャラクターはオレンジ、黄色、ライトブラウン、ピンクなどほとんど暖色系の色調なので、全体のバランスを取るためにもライティングで寒色系の色を加える必要がありました。このようなケースでアドバイスがあるのですが、このように光を使って雰囲気を出すには補色の組み合わせについて勉強すると良いでしょう。カラーホイールの反対側にある色を組み合わせて混ぜてみてください。例えば青と赤のような非常に対照的な2色を恐れずに組み合わせてみてください。私もただの人間ですね。他のアーティストと同じようにモチベーションを維持するのに苦労するのはよくあることです。唯一アドバイスできることは映画を見る、ゲームをする、家族と過ごすなどして時々休憩をとってくださいということです。筆が動かない、あるいは燃え尽き症候群になってしまった場合、このようなことをすると効果が得られるでしょう。意味がない、生産性がないと思えることでもやってみると実は心がクリアになる効果があります。マインドがクリアになるとインスピレーションはより早く降りてきます。私にとって良い作品や
悪い作品などというものはありません。芸術は芸術です。どの芸術作品も独自のものです。どの作品にもそれぞれにスタイルがあり、長所があり、短所がある。だから作品を比べるのは好きではありません。2人のアーティストが同じシリーズの同じキャラクターを描いたとしても、両者を比べるのは違うと思います。リンゴとオレンジを比べるようなものです。それはできないことですね。先ほども言いましたが、自分らしくいればいいのです。ファンアートかオリジナルかという問題ではなく、自分が本当に好きなものを描き続けてください。他の人が好きなものを描くのではなく、自分が好きなものを描く。アーティストであるあなた自身が自分の作品が好きになれないなら、見てくれる人が好きになるわけないですね。また、人に好かれるものを描いていると、人が飽きて人気が下がれば、自分も描かなくなりますね。でも、自分が好きなものを描いていれば、気に入ってくれる人がいなくなっても気にせずに描き続けられるし、描くことを楽しめる。描き続けることは改善や成長につながる第一歩です。お金や名声はあくまでおまけです。生きていくためにお金が必要なのはわかるけど、それにこだわりすぎると途中で行方不明になりがちです。そして最後に、あなたの絵が好きな人もいれば嫌いな人もいることを心に留めておいてください。それは当たり前のことです。ただ、すべての人を喜ばせようとすることだけはやらないでください。そんなことをしても誰も喜ばせることはできずに終わってしまいます。You used to stop this world from spinning.